お金くださいだと思ったので一応目はそらして逃げてました。カンガルーが暴力的だと思ってたんですね。時間にめちゃくちゃルーズっていうのが知ってたけど本当なんだって驚きました。 Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Cathy Cat. We went to the streets of Tokyo and asked Japanese people what surprised them about foreigners, life abroad, and foreign culture. So let's go and ask Japanese. 海外旅行行ったことありますか？あります。どこなんですか？私はアメリカとか、イギリスとかフランスとか結構いっぱい行ってます。ドイツとかも行ってます。ドイツって言ったんですよね。はい、行きました。ベストの国はドイツだったかな？ベストの国ドイツでしたね。すごい綺麗でした。よし、言わせてないんですからね。私なんかレンガ作りのなんか道がすっごい自分の好みで、歩いてるだけでも幸せでした。海外はまだですかね？行ったことないです。海外と人とたまに喋ったりとかしてますか？なんか授業とかでたまになんか外国から来てなんか喋るんですけど、やっぱり英語ちょっと苦手だったりしますね。なんか海外に行ってわあびっくりした、何がこれみたいな感じたところは？電車に乗ってて急に歌い出す人とかいたらすごいみたいな。それはどの国だったんですか？確かフランスでしたね。フランスの地下鉄乗って歌ってる人いるって思ってちょっといいんだみたいなすごいびっくりしました。あれ、歌ってその後お金くださいではなく普通に自分で歌ってた？多分お金くださいだと思ったので一応目はそらして逃げてました。もしかして欲しいんだなみたいな。欲しいのかなって思ったので、まあ一応聞くけどちょっとこう目はそらしてじゃあ海外の人と話してびっくりしたこととかずれたところとなんか違うところとか。なんか意外と外国の方って日本語が上手で、なんか先生だからかもしれないんですけど、わからないところとかは日本語で教えてくれたりとかしたり、なんか英語の授業なのに日本語で教えてくれて、すごい日本語うまいんだなって思いました。買い物で袋もらえないとか。それはもしかしてドイツかな？かもしれないです。ドイツとかオーストリアでとりあえず自分のカバンに商品入れていかなきゃいけないから、持っていかなきゃいけないんだみたいな。だからこそいろんな模様のあるエコバッグが人気なんです。すごいエコバッグいるんだなって思いました。持ってきました。ちゃんと偉い、持ってきました。ありがとうございますありがとうございます。ドイツって一番びっくりしたこととかありますか？逆にドイツ人なんで一番知りたいので。びっくりしたこと、じゃがいもがもちもちしてました。みたいな、美味しいけどもちもちしてるってなって、ちょっとそれはびっくりしました。いらっしゃいませ。海外行ったことありますか？はい、あります。どこでしょう？オーストラリアに1年間ほど。結構長いですね。はい、自分は海外には興味あるけど行ったことない。行くんだったらどこ行きたいですか？イギリスとかあとチリとかですね。ドイツだよね。ドイツだよね。ドイツですね。自分はどうだったんですか？オーストラリアでびっくりしたこと。その電車に乗るときにそのホームに改札とか何にもなかったんですね。そんなまま乗れるってことですか？そうですね。チケットいらない？なんかチケットが電車の中で買うみたいで、それも驚きました。機械があるんですか？人？なんか電車の中に機械が置いてあって、それを買うそうです。そう、なんか行く前と行く後の印象変わったところありますか？オーストラリアに。カンガルーが暴力的だと思ってたんですね。その殴りかかってくるのかなって。そしたらもうみんな寝っ転がってて癒されました。カンガルーもしかして食べちゃったりしましたか？食べてはないですね。なんかジャーキーとか売ってました。残念ながら。びっくりしたんですか？びっくりしました。食べようとも思わなかったんですか？ちょっと気になりましたけど、やっぱり触れ合った後でちょっと可愛かったんで。ちょっともう可愛いからしょうがないみたいな。海外の人と接触してかテレビで見てなんかびっくりしたこと、日本と違うことは何かありますか？日本のアニメ自分より知ってるとかがめっちゃあるっていうのがありますね。その留学先のその学校にいた先生たち、日本語を教えてる先生方も神社についてとても詳しくて、私の知らないところまで知ってたので、それは驚きましたね。意外とみんな詳しかったね。ワンピースとかナルトとかそういうのよりももっと詳しい外人の方が他のいっぱいアニメしてたりとか
そのワンピースとかももっと詳しかったりとかがめっちゃあったんで、知識がすごいあったから、すげえ日本人よりめっちゃ詳しい、日本のアニメとか詳しいから、すげえなって思って。おー、確かに自分がワンピースここまで知ってるけど実はこういうのあったみたいな。なんかそんな感じですね。なんか裏の設定とかなんかそういうのを教えられたりとかすると、すげえってなったりとか。誰に聞いたんですか？大学の友達の外人の人で、いやちょっとワンピース好きだったのに負けてらんねえなってライバル心向けちゃいましたね。自分もうちょっと頑張らないとみたいな。そんな感じですね。始めます。海外旅行行ったことありますか？あります。二人とも？あります。どこですか？台湾とバリ島とオレゴンです。どうですか？グアムと中国です。そこの時にうわないわーとかもうびっくりしたとかのカルチャーショックについて聞いてます。台湾行った時にトイレでトイレットペーパー流せないことがカルチャーショックでした。ゴミ箱に捨てなきゃいけなくて。どこでもそうだったんですか？いや、なんか綺麗なホテルとかでは結構大丈夫だったんですけど、学校とかそこら辺の公衆トイレとかは捨てなきゃいけなくて、それはカルチャーショックだったなって感じ。結構なんかそしたらなんかトイレットペーパー持っていかなくちゃいけなかったん？それともあったんですか？なんか常にティッシュとかを持ち歩いてました。ないと困るパターン？ないと困るパターン。中国でタクシーに乗ったら運転手さんの気が荒すぎてずっと鳴らしてた。プッ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 プみたいな。そう交差点とかで鳴らしがち。なんか車の中でも結構音がやばそうですね。そうですね、うるさかった。なんか持ってるじゃないですか、ハンドルを。で日本人はこうやって運転するけど、中国人はみんなこうやって構えてるんですよ。10分ずっとビーみたいな。違うそれは違うけどそう結構鳴らしてた。ピッ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 。乗せるようにして。結構そんなトラフィックっていうか他の車多かったんですか？多かったですね。人もすごい歩くし、車道を。初めてはオレゴンです。行きました。そこに驚いたこととか？時間にめちゃくちゃルーズっていうのが知ってたけど本当なんだって驚きました。どれぐらいルーズだったんですか？なんかシチュエーションあったんですか？シチュエーションなんか学校行くのに高速乗らなきゃいけなくて、で家出る大体もうなんかその約束されてた時間の10分後とか、なんかそんな感じで、しかも家の時計も間違ってて完全に20分ぐらい遅れてたから20分ぐらい遅れて結局学校に。それで先生が日本では時間に厳しいんですかね？日本の人は、あんまり遅れたらなんかちょっと信頼なくなるみたいな感じがするでルーズでいいなって思いました。はい、じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。The trains have no barriers. They're random people who just start singing on the trains. These are a couple of things that surprise Japanese people. Also, eco bags. It seems to be a thing that you have to carry a bag around abroad. I actually think that's good. I have often had the situation when at the convenience store, I was like, no, I don't need the bag. So if they already kind of pulled out the bag, they will then throw the bag in the trash. And I'm like, no, that's not what it's supposed to be. I'm trying to save on plastic bags. But this is one of the things that happens sometimes when you're here in Japan. So the eco bag isn't quite there yet, but some stores have actually started applying that. Also, Japanese people are surprised that some foreigners know more about their culture than, they thought they would. They might know more about your favorite anime manga. They might know more about other cultural aspects. So I think that is a part that Japanese people are very surprised about. I think it's the same if people went up to me and knew more about German culture than I actually knew. I would be surprised, but also would feel kind of flattered and happy about that. So guys, is there anything that surprises you about foreigners when they come to Japan or the other way around? Has anything surprised you when you went abroad? Let us know in the comments down below. If you're new, don't forget to subscribe. If you've been with us, please give us a big like, because we need a like. Give us a like. I'll catch you soon for more stuff here from Tokyo with Ask Japanese. Bye!